皆様こんばんは、みえちゃんです。昨日アディダスへ買いにね、ABC マートへ走った人多いでしょうね。はい。アディダスのね、スニーカーなら前から持っててね、ボロボロだけど、カジさんが履いてるってことで、急に大事にお手入れ始めた人もいるかもしれませんね。とにかくアディダスというね、大企業の看板にカジさんが起用されたということでね、昨日からね、大騒ぎになってますけれどもね、アディダスってね、日本ではアディダスっていうのかな。アディダスって海外では言うかな。ともかくアディダスっていうのはね、ドイツのスポーツ用品屋さんね。でね、もともと兄弟でやっててね、お兄さんがプーマっていうブランドを立ち上げて、弟がね、アディダスを作ったのね。もともとなんか兄弟仲悪くてね、それでね、2つのブランドに分かれちゃったっていうわけなんですね。はい。で他にもねアメリカのナイキとかね、はい、あのニューバランスなんていうねメーカーも有名ですよね。特にねアディダスのこの昔からあるねスーパースターっていう製品はね1969年にできたモデルなんですね。もともとバスケットボール用でねもうロングセラーっていうかねそれまではもうキャンバス地でコンバースっていうのが主流だったんですけど、つま先をコンバースよりもねプロテクトするデザインになってるんですね。この写真見ると分かりますけどね、このつま先にシェルトゥキャップっていうね貝殻の形のキャップがついていてつま先保護になってるんですね。ちょっと写真が小さくて見えにくいかな、すいませんね。まあね美しいいいデザインだと思いますよ。はい。だけどね私スニーカーって苦手っていうかねあんまり好きじゃないのね。好きな人ごめんね。だってさあれって履く時も脱ぐ時も大変じゃない？なんか紐をこう引っ張ったりねしてね私ってバンビロコーダカっていうの豚足みたいな足してるからもう最悪の足だからね余計履きづらいんですよ。はい。特にねお年頃になるとね靴は大事だからね。でも私はすぐ脱いだり履いたりできるねエスパドリーユっていうのとかねこういうねあとモカシンとか好きなんですよ。昔子供の頃はねスニーカーなんかないからね運動靴っていうのを履いてたね。おばあちゃん家なんか遊びに行くとねおばあちゃんが運動靴脱ぎなさいってね言っておばあちゃんの大きな下駄履かせられたりしましたよ。はい。またレトロな話ですけどすいませんスニーカーがね流行ったのは1970年代頃からなんですね。NBA ねアメリカのナショナルバスケットボール協会が取り入れて急速に広まったんですね。はい。でね80年代に入ってマイケル・ジョーダンが履いたことで爆発的に売れたのね。でもねスニーカーって履いてる人見るとすごいかっこいいよね。はい。特に風さんね、はい、本当にねもうねウェアも似合ってるしね見とれちゃいますよね。はい。で1976年にスーパースター2っていうのがね発売されてそれまで言ったようにね運動選手用だったのがヒップホップのスターとかねスケボーをやる人たちなんかも着用するようになって今の大変な人気になったっていう歴史があるそうです。そして今日までね進化を繰り返しながら販売しているっていうことなんですね。まあアディダスでねみんなが騒いでる昨日ね話全然違いますけど私が大好きなね音極道さんがねプレーマ全曲についての解説を出していただきました。もう相変わらずね泰然としててね、はい、このタイミングでアディダスなんかどこ吹く風で素晴らしい解説でしたよ。まあ動画っていうのはね量より質だなってねつくづく思いましたよ。たまにしかね動画ね男国道さんは上げないからね。はい。私も少しずつねプレーマンの各曲の感想動画上げさせていただきましたけれどもね今 U まで終わったのかな。で今度ね OK グッバイやりたいんですけれどもね男国道さんがねレファレンス曲に上げてるのがね私が上げてるのとね共通してるのも多くてねとっても嬉しかったんですよ。例えばキャスケットガールとアップタウンガールとかねダンジェロとかね
あと60年代ね、50年代の古いね R&B とかも出してくれてね、フォートオプスとかねプラターズとかね、もう泣けてきましたよ。はい、懐かしいのなんのってね、まああちらはね専門的なことではもう神様だから、私なんかとはもちろん比べ物にはなりませんけど、とってもね内容が濃いので、是非皆さんねご興味ありましたらご覧になってください。でね、今回アディダススーパースターの新キャンペーンに風さんが採用されたっていうことで騒がれているわけなんですが、はい、風さんがねインタビューで誰もがね自分自身をスーパースターであると感じるべきという、いかにもね風さんらしいコメントを残したことも企業側に何かインパクトを与えたかもしれないですね。このアディダスのキャンペーンでは2020年にはねキングヌーの常田大樹さんが起用されてますし、2022年にはね渡辺直美さんとか結構いろんな人が務めてますね。今回のキャンペーンのイメージ動画だとサミュエル、ジャクソンかな、はい、が案内役をやっていてね、はい、サミュエル・ジャクソン、この人ね、はい、イメージ動画だとやってるんですけど、案内役をやっていてね、なんかシュールな動画になってますけど、見た方いらっしゃいますかね。このねサミュエル・ジャクソンさんね、もう名脇役というかね、80年代ですかね、エディ・マーフィー大好きだったんでね、よくコメディ映画見てたんですけど、星の王子ニューヨークへ行くってねまるで風さん主演のようなねタイトルの映画があったんですよ。でそこでね泥棒だかなんかの役でね出ててすごく面白かったんですけどね、もうねこの人の名前知らなくてもね、顔見たらあーってね顔は知ってるっていう人多いんじゃないでしょうかね。一度見たら忘れられないね味のあるお顔してますよ。はい、また例によってね脇道突っ込んでます。先行きます。で今回ね風さんがアンバサダーね、これ大使大使館のね大使っていうね恐れ大きい意味もあるんですけど、まあ今はね企業の宣伝大使っていうかね、まあ広告塔ねになったので、とうとう風さんはこんな大企業に選ばれた世界に通じる大スターになったんだっていう声をよく聞くんですけれどもね、おっとっとちょっと待ってくださいねってね私は言いたいんですよ。はい、もう私もね相当天の弱だからね、はい、今の世界ねいろんなことがなんか逆さまになってる気がして仕方ないんですよ。はい、風さんはねこの広告塔に採用されたすごい企業に採用されたからスーパースターなんじゃなくてね、風さんもうすでにスーパースターなんですよ。はい、この運動靴屋さんに選ばれなくてもねすでにねそうですよね。はい、風さんは誰にねジャッジされなくてもこの私たちの中ではすでにスーパースターですよ。でねこのアディダスさんはね風さんとか他のいろんなスターを起用してますよね。でどんどん売り上げを伸ばしてきてるわけですよね。はい、誠に喜ばしいことなんですけど、で昨日ね早速皆さん買いに走ったでしょ。はい、あんな風にね企業戦略ってもうすごいものなんですね。それによってすぐに人は動くわけですよ。はい、アンバサダーなんてねいうかっこいい言葉をね巧みに使ったり、ここにある種のね何て言うのかな、主客転倒っていうか本末転倒っていうかね、そういうものが感じるんですね。でね風さんがねアディダスに選ばれて名誉なんじゃなくて、君たちにねアディダスに俺らの宝物を貸してあげるよっていうのがね正しい言い方だと私は思うんですよ。貸してあげてるんですよ風さんを。はい、だからね名誉に預かるのは企業側なんじゃないでしょうかね。はい、だからねアディダスに起用されたからお墨付きみたいにね世界的に認められたっていうのはねちょっとおかしいんじゃないのって思うんですけどね。てかね私ってだいぶひねくれてると思いますけど、まあそれがね私の正直な気持ちなんです。でねもう企業優先だからね、今の世の中辛い思いでね企業で皆様働いてますよ。もう歯車ですよ、特に若い人たちね。
まあ楽ちんな人もいるかもしれませんけど、日本でいうね、お客様は神様っていう考えは欧米には全くないですからね。どちらかというとね、売ってやってるっていう考えですね。はい、日本もねだんだんそうなりつつあるみたいですけどね。おもてなしとかもったいないなんていうね感覚もねだんだん日本から消えてますけど、逆に海外ではねこの日本語のおもてなしとかが知れててね、逆さ現象みたいなのがね起きてて面白いですよ。極端な話するとね、またね昔話になっちゃうけどね、ドイツに行った時にね、もう日本へ帰る寸前だったんですけど、空港の売店で可愛い小物入れがね気に入っちゃってね、欲しくなっちゃって、それで買おうかなどうしようかなって迷ってたんですよ。でね、手に取ってみてからにしようかなと思ってね、店員さんにねすみませんけどこれちょっとね見せてくださいって言ったんですよ。そしたらね、なんとあなたねすごい上から目線でね買うなら見せるよって言ったんですよ。もうね、買うなら見せるってね、そりゃね、まあそうかもしれないですけど、手に取って見てから買いたいっていうのはね、日本ではほぼ当たり前なのでね、もうびっくりしたんですね、その時ね。まあそんな感じですよ、海外ではね。特に欧米ね。アジアは違うかもしれないですよ。だからって欧米が嫌いってわけじゃないですけどね。もともとだからね、そういう考え方の文化にある企業なんですね。もう売り上げすごいんじゃないですかね。はい、もうねこのイメージでね、イメージでこの人は動くっていうことをねちょっとね考えてみると面白いんですよ。例えばねテレビのコマーシャルなんかでもね、スーパースターが何か飲んでれば、それがねたとえ毒入りのドリンクでもね自分も飲んでみたいって思うのが人情なんですね。テレビはね洗脳機械だと思って間違いないですからね、知らないうちに自分の価値観とかね世界観がテレビ側の思い通りにさせられてるってこともあるかもしれませんね。まあテレビだってねいい番組たくさんあるけどね、私も好きな番組いくつかありますけどね、それに私だってね風さん来てたからね、私も上下欲しいですよ。はい、それも風さんが来たからですよ。ね、それまではもう興味もなかったしね、私はねこのどれだっけ、このベージュのがいいね。これすごく風さんもこの色一番似合ってる気がするんですけど、皆さんどう思いますかね。だけど高くてねとってもですよ。はい、原宿にもね大きな壁画、はい、さっき出してたどれだっけ、壁画っていうか壁写真、はい、これね風さんとこれブラックピンクのジェニーちゃんだよね。すごいね。以前は新宿のねど真ん中に住んでたもんでね、まあ長年そこにいたから、今ももしいたらねきっとすぐにねすっ飛んでってね行ったと思いますけどね。大きなこういう壁画とか看板とか好きなんですよ。昔のお風呂屋さんのね絵とかね、ペンキで描かれたあれなんていうの、富士山とか描かれてたやつ、ああいうの大好きでね。はい、でねアディダスに関してのお話はまあ時間がないんでねこの辺にして、皆さんサーチモス当たりましたかね。はい、皆さん当たりましたかっていうのもおかしいよね当たるはずないもんね。でも当たった人いたらすごいですよね。もしいたらコメント欄で教えてくださいね。私もちろん当たりませんよ。結構ね今回期待しちゃったけどねあわよくばって、屋内だしね理想的なコンサートだから行きたかったね。はい、残念でしたってことです。でね、皆さん今回気になるのがこの新しくインスタに上がっていたこのねこの写真じゃないですかね。はい、このね写真ね。はい、でねこれエルミンと写っててね、エルミンこの人ねでなんだろう、これ不思議な写真ですね。風さんなんか風景画みたいなこれかぶっててね、かぶっててっていうか、まあこっから顔出してて、相変わらずオカンタオルかぶっててね、はい、ファニーな感じなんですけど、実に不思議で、この絵はなんか針葉樹、写真なのかな、針葉樹みたいなのが写っててね。でエルミンさんといえばねこの人ねエルミーネっていうのかな、エルミン、うん、
いつか風さんとセッションしているシーンがねインスタに上がってましたけど、イギリスのシンガーソングライターですね。スーダン系の人だそうでね、この方もね一回見たら忘れられないもう風貌の方ですよね。はい、なんかねぷっくりしてて可愛いのね。老けて見えるけどね、風さんより4つも年下なんですね。でこの人もね素晴らしい声持っててね、ファルセットもすごく綺麗で、曲の内容もね深くてね、やっぱりね歌う詩人っていう感じの人なんですね。で誰もがね日常的に持っている感情とか悩みとかね、そういうものがいっぱい詰まっててね、人に寄り添い度がね風さんと近いっていうかね、それが R&B のねリズムに乗って語りかけてるからもうたまらないですよ。はい、聞いてからもう大ファンになりましたよ。あのあの特にねレクルーシブっていうね曲好きなんですけどね。でねこのエルミンもねこの絵から顔突き出してる風さんも気になるけど、もっと気になるのがねここの上の方にねあのヤコブってあるんですよ。ヤコブね。はい、これねこの人だと思うんですけど、この人ね、この人はオーストリアウィーン生まれの作曲家なんですね。音楽プロデューサーで、もうグラミー賞にもね複数ノミネートされてるんですね。そんなすごい人なんですけど、このヤコブさんの方へ行ったらヤコブさんも風さんにリンクしてあって、お互いにリンクしてるんですね。で相当きな臭いじゃないですかこれ。はい、もう何か新曲が出るのか、それとも今回このハイクラスな運動靴屋さんのキャンペーンでPV 楽曲みたいなものをね書き下ろすのか、そんな何なのか知りませんけどね、すごく気になりますよね。以前からね新曲もこれから出すのもありかな的な発言をねどっかで風さんしてたと思うんですけれどもね。はい、それがね実現するんでしょうか。ますます楽しみな風さん界隈ですね。はい、てなわけでね今回はね今回もね気持ちの赴くままに勝手なことを語らせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。たくさん道草を送ってしまい申し訳ございません。このチャンネルでは毎日を面白おかしく暮らすためのヒントをずっともの風さんからいただいて、ちょっくらでも皆様の気分が良くなるようにとの風さんのポリシーに従ってやっております。ただとんでもないレトロな脇道に皆さんを引きずり込む悪い癖がありますので要注意です。それでもいいやと思われた方はチャンネル登録、グッドボタンやハイプなどをよろしくお願いいたします。このところね毎回の大盛り上がりのハイプ応援本当にありがとうございます。大盛りのねうな丼をおごってもらったように嬉しいです。はい、いつも皆様が幸せでありますように宇宙にお祈りしておりますよ。はい、それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。